不動産屋さんの階段です。見知らぬ土地のあまりよく知らない人の家に泊まるってちょっと居心地が悪いですよね。さて、これは仮名ですが、福岡にお住まいの伊藤さんがまだ21歳の頃に体験したお話です。当時伊藤さんには一つ年上の彼氏がいたそうです。付き合いだしてちょうど1年ぐらいで、お互い結婚の話もちらほらしていましたが、特に現実的な話に進んでいたわけではありませんでした。彼氏は元は長崎の人で、福岡で就職していたそうです。そんなわけで、ある日長い休みを利用して、彼氏が実家の長崎に帰省することになり、伊藤さんも一緒についていくことになりました。当日は2人とも仕事を終えてからの出発で、夜の9時ごろ福岡を発ち、長崎の実家に到着した時はすでに11時ぐらいになっていたそうです。彼氏の実家は古い和風の趣のある家で、この地方の旧家なのは分かりました。伊藤さんたち2人が中に入ると、玄関先で早速彼氏のご両親が出迎えてくれました。とても優しい雰囲気の良いご両親で、疲れたやろうとねぎらってくれたそうです。時間が時間でしたので、ご両親も遅いから今夜はもう休みなさいと言って伊藤さんを奥の座敷に案内してくれました。その寝室は6畳の和室で、さすがにお布団は1人分で彼氏のはありませんでした。伊藤さんはご両親にお礼を言い、彼氏におやすみなさいを言って一人和室に入ったそうです。その6畳の和室に入った時、ふかふかの清潔な布団が真ん中に敷かれていましたが、ふと入り口の襖のすぐそばに柱時計がかかっていたのに気がつきました。それは年代を感じる木製のとても大きな柱時計だったそうです。その時計の動いている振り子に、伊藤さんはなぜか少し違和感を感じました。珍しく古い振り子時計で、カチカチとかすかな音を立てながら時を刻む振り子が、まるで生きている人の心音のように感じたそうです。でもあまり考えないようにして、伊藤さんは早速寝支度を済ませたそうです。そして部屋の電気も豆電球だけにして、すぐ寝ようと素早く布団の中に足を入れた時でした。伊藤さんはまたふと、急に柱にかかっている振り子時計が気になってきました。今度はかなり気にかかり、怖いと感じたそうです。その柱時計はまるで魂が宿っているようで、布団に入った伊藤さんを冷たく見下ろしているかのようでした。伊藤さんは気がかりでしたが、早く寝てしまおうと目をつぶりました。でも何も考えないようにしようと思っても、部屋の中には振り子のカチカチという音だけが聞こえています。伊藤さんは落ち着かず、何度か寝返りを打っていました。ただやはり仕事終わりの長旅で疲れと睡魔が襲ってきたおかげで、伊藤さんはいつの間にか眠りについていたそうです。どれくらい時間が経過していたのか、突然ボーンボーンと柱時計が鳴り出したのです。伊藤さんは熟睡していたのですが、さすがに時を知らせる音には目が覚めてしまいました。完全に覚醒したというより、ぼんやりと目が覚めた感じでした。そこで伊藤さんは無意識に目を開けてしまいました。するとその瞬間、柱時計のかかっている側の襖が勢いよくバーンと左右に開いたのです。伊藤さんは驚いて声も出ませんでした。そして息を継ぐ間もなく、伊藤さんに旋律が走ったそうです。その開いた襖の真ん中に、白髪を振り乱した老婆が一人立っていたのです。乱れた髪は腰まで伸び、白装束のような着物を着ている山姥のような老婆で、顔は真っ白でシワだらけだったそうです。そしてその老婆の表情は明らかに怒りに満ちていました。伊藤さんは「ヒー」という声にならない悲鳴を上げ、
ただただ老婆を見ているしかありませんでした。するとその老婆は何か手に持っていました。よく見るとそれはどうやら巻物のようで、老婆は一瞬にしてその巻物をバーンと伊藤さんの目の前に開いてみせたそうです。その広げた巻物には墨で書いたたくさんの人の名前がありました。それは何百何千という数の名前で、伊藤さんは怖いながらも、ああこれはご先祖様の名前だなと思いました。するとその老婆は伊藤さんに向き直り、怒りを込めて「お前の入る場所はない」と叫んだそうです。恐怖が頂点に達した伊藤さんはそのまま意識が遠のいていきました。そして気がつくと朝になっていたそうです。目が覚めてからも伊藤さんは昨夜の老婆のことは何から何まではっきり覚えていたので、夢ではないと確信があったのですが、たとえリアルな夢だったとしてもメッセージが強く恐ろしい夢だったわけですから、このままここにはいられないと思いました。そこで伊藤さんは彼氏や彼氏のご両親に不信感を持たれないようにうまく口実をつけて一人先に福岡に戻ったということでした。伊藤さんは自分は彼氏のご先祖様に歓迎されていないのだと悟りました。あの老婆の夢はその後もずっと忘れることはありませんでした。ただその夢が原因ではないのですが、結局その彼氏とは別の理由で別れることになったそうです。そして長い年月が経ち、風の噂でその後の彼氏のことを聞くことがありました。優しい彼氏でしたが、3回結婚し3回離婚になり、働いていた会社のお金を横領して警察沙汰になったということでした。伊藤さんはだから別れてよかったということではなく、あの老婆の出現は果たして彼氏の先祖が伊藤さんを気に入らなかったからなのだろうか、もしかしたら伊藤さんを守る何者かの別れなさいというメッセージだったのではないかと思うことがあるそうです。ところで最後にあの柱時計のことですが、振り子時計は深夜12時を過ぎると音は鳴らない仕組みになっているのだそうですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。